どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんは、京都行ったことある？何回かあるよ。一番最初に行ったのは小学生の時だね。修学旅行とかですか？いや、私が織田信長ガチ勢だった時に両親に頼み込んで連れて行ってもらった。織田信長ガチ勢？本能寺が見たくて、それを本能寺にいた人に伝えたら飾ってあった兜みたいなのを被せてもらった記憶があるよ。小学生の時のリュウさん、渋すぎるやろ。当時、大河ドラマで、豊臣秀吉のやつをやってたんだ。竹中直人さん主演のやつでさ、あれにガチハマりして、そこから、私は、歴史オタクへの道に入りかけた。かけたとは？飽きた。飽き性なのは昔からなんやな。私が詳しいのは、安土桃山時代から明治時代までだよ。それ以降もそれ以前も全然詳しくない。偏りすぎやろ。戦国バサラのファンのお姉さんみたいな、偏り方しとる。そんなわけで、今日のレビューはこちら、名探偵コナン、迷宮のクロスロードだよ。十字路と書いて、クロスロードと読ませるセンス。そこに痺れる憧れる。この作品は名探偵コナンとしては、7作品目の作品で、京都を舞台にしてるんだ。そんな和風な舞台なのにクロスロードってタイトルにしちゃうのは、さすがコナンさんやな。毛利小五郎が、京都の寺から盗まれた仏像を探してほしいという依頼を解決するために、コナンたちと共に京都に訪れるというところから物語が始まるんだ。京都が舞台だからこそ、西の高校生探偵である服部平次も出てくるんだ。よ、待ってました。ここまでの映画作品にも登場してたけど、今作では、もう一人の主人公という立ち位置でメインで描かれるんだ。世紀末の魔術師にも出とったけど、ゲストって感じやったもんな。そんな仏像探しの依頼と同時に、窃盗団連続殺人事件も起きてる。仏像との関係性はあるのか？窃盗団はなぜ殺されているのか？冒頭から、すごく作品が盛り上がるんだ。感じやん。ただ、冒頭から、今作の犯人さんが殺しすぎなんだよね。コナンやからさ、4人死ぬのは当たり前やろ。10超えてからが勝負やで。いや、もう、映画の冒頭の時点で5人殺してるんだよ。めっちゃやりまくっとるやん。最初からフルスロットルやん。これで、この後も、どんどんと殺人が起こるなら、犯人の異常性みたいなのも極まるし、映画だからこその死体の数って言えたかもしれないんだけど、作中で、犯人がこの後に殺すのは1人だけなんだ。冒頭でやりすぎやな。コナンの目の前で殺されるのが1人だけで、あと5人は、冒頭でまとめてやっちゃってるせいで、事件のスケール感が大きいんだか小さいんだか、よくわからない感じになっちゃってるんだよね。6人も殺しとる犯人っていう凶悪な犯人のはずなのにですか？京都の雰囲気は本当に素晴らしいんだ。実は、西の高校生探偵である服部平次は京都に来るたびに初恋の人を探してる。和葉ちゃんがおるのに、浮気や。幼い頃に一度見かけた着物を着た少女。その幼い頃の姿とおそらく年上であること。彼女が歌っていた手まり歌ぐらいしか手がかりがない。年上ってことは和葉ちゃんじゃないんか。はしたないわ。男ってだから嫌やわ。恋愛は上書き保存せえ。名前をつけて保存するんやあらへん。服部平次の初恋の人は誰なのか。連続殺人事件の犯人は誰なのか。仏像はどこにあるのか。映画だからこそ盛りだくさんなストーリーになってるんだ。犯人と初恋の人を探す中で描かれる京都の風景描写はしっかり取材して、背景がしっかりと描き込まれてるなって感じるほど詳細な描写で、思わず聖地巡礼とかしたくなるような感じなんだ。上映当時は、あんまり聖地巡礼って概念が広まってへんかったけど、逆に今するのは面白いかもしれへんな。まあ、今から約20年前の作品やから風景もだいぶ変わっとるかもしれへんけど。そんな京都の色々な場所を服部平次とコナンが巡りながら事件の捜査をするんだ。そんな中で、なぜか服部平次が襲われる。犯人を追うためにバイクで走るシーンはこの作品におけるスケボーアクションの代わりなんだ。今作はスケボーないん？個人的には、そこが一番の不満点だよ。ちなみに、爆破もない。火事はあるけど。コナン映画の見どころの2つがないのは残念やな。余談だけど、2022年に公開されるコナン映画の最新作でも爆発は確認できるんだ。コナン映画は、今年のを含めて25作品あるんだけど、この作品だけ、唯一、爆破シーンがないんだ。唯一なん。残り24作品は何かしら爆発しとるってこと。さすがはコナン映画や。まあ、京都って景観を大事にする文化があるし、歴史的建造物をおいそれと爆破できなかったのかもしれないね。シンガポールのあれとかは爆破できたのに。この作品は、当時としては最新の技術でも、3DCG を使って描かれている。そんな CG が使われてるバイクの描写は、今見ると、やや荒さを感じる部分でもあるんだ。まあ、そのあたりは、しゃあなしかもしれへんな。それでも、あえて 3DCG を使ったからこそのアクションを見せて欲しかったっていう部分ではあるんだ。唐突に CG で描かれちゃうから X アーム方式じゃないけど、違和感が生まれてる部分でもあるんだよね。制作側としては、新しい技術を取り込んで使ってみたかった部分もあるんやろうな。この作品、何回か剣撃シーンもあるんだ。バイクシーンよりも、そんな剣撃シーンの方が見応えがある描写にはなってる。京都が舞台だからこそ、まるで時代劇のように剣撃シーンを入れ、
京都という舞台を生かしたアクションとストーリーを生んでるんだ。ただ、ツッコミどころがすごい。ツッコミどころ？コナンが、終盤、めちゃめちゃ忙しいんだよね。時系列は一体どうなってるんだって言いたくなるほど忙しい。そんなに慌ただしいん？終盤、和葉ちゃんが犯人にさらわれちゃうんだ。助けに行こうとするんだけど平次は、怪我によって意識を失っちゃう。そんな平次の代わりにコナンは、一時的に元の姿に戻れる薬を使って、元の姿に戻って平次に変装して、和葉ちゃん助けに行ったんだけど、犯人たちに囲まれちゃって大ピンチ。ほう。そんな犯人たちの中に、服部平次が紛れ込んでるんだ。平次は意識失ってたんやないん？そうなんだよね。この辺りの時系列が、ものすごく慌ただしくて、平次が気絶して、目が覚めて、犯人たちの中に紛れ込んでる間に、コナンは、愛ちゃんに頼んで薬もらって、元の姿に戻って変装して、和葉ちゃんを助けに行ってる。ほぼ同時進行みたいな感じやな。ちなみに、服部平次は、病院に1回かつぎ込まれてるからね。忙しい忙しい。病院と和葉が囚われていた場所までの距離がたまたま近かったからできたのかもしれない。脳内保管やな。まあ、この辺りは制作側としては、新一が、元の姿でランと再会するっていう展開を作るためのものであることはわかるんだ。ファンサービス要素でもあるんやな。犯人がアリバイを作るトリックも結構単純なんだよね。この作品を見たって人でも犯人がどんなトリックを使って自分が犯人じゃないってごまかしたか覚えてる人少ないんじゃないかな。ミステリーやのにトリックの影が薄いんか。そもそもこの作品とあるセリフのせいで全ての要素の印象が薄くなっちゃってるんだ。とあるセリフ？義経になりたかったんや、だよ。それ聞いたことあるな。どういう意味なん？そのままの意味だよ。え？義経になりたかったから事件を起こしたんだ。いやいやいや、そんな義経ガチ勢なん？一応、窃盗団はボスが義経って名乗ってたんだ。でも、犯人はそんな窃盗団の中で弁慶を名乗ってた。なるほど。つまりは盗賊団のボスになりたかったってことなん？それをまとめて義経になりたかったんやってことなんやな。ただ、犯人は義経の剣術の流派の道場を開いてて、そんな道場の運営資金にするためにもお宝を独り占めしたかったんだ。なんかこうわかるようでわからん犯人やな。まあ、いろいろな要因はあるんだけど、要約すると義経になりたかったから6人も殺したってことは合ってるんだ。ただ、あまりにも唐突に義経になりたかったんやって言うから、当時のキッズも一緒に見てた大人も頭の中には、はてなはてなはてなってなってたよ。そらそうや。義経ガチオタみたいなやつが、いきなりワイこそが義経や、みたいなどこぞのガンダムマイスター、みたいなこと言い出したら大困惑するのは当たり前ですよ。まあ、結局、窃盗団っていう犯罪者たちの内部の争いだから勝手にやってろって感じではあるんだけどね。元も子もないわ。京都の雰囲気もいい。服部平次の初恋の人探しと、出まり歌という伏線。一時的に元の姿に戻れるようになった工藤新一と、蘭のラブロマンス要素と、この作品だからこその、この時の時系列だからこそのシーンがしっかりとある作品なんだ。ただ、犯人のすっとんきょうなセリフの印象があまりにも強いんだ。全部犯人のそのセリフに持ってかれちゃうんやな。物語の主軸部分はいいんだけど、義経になりたかったんやという犯人のセリフのインパクトが強すぎて、他の部分も印象が余計に薄まっちゃってる作品だね。なんやろな。ほんま雰囲気はええんやけどな。コナン映画らしいぶっ飛んだ動機の犯人のせいで、ちゃぶ台ひっくり返された気分になりますね。これで、京都の寺を爆発したり、京都の街並みを景観を無視してスケボーで爆走するコナンのシーンがあれば私は大満足だったんだけどね。リュウさんにとってコナン映画はスケボーと爆発やからな。ではまた次回。じゃん。